基本的に全部目についたもの全部なんか動画にしたらできるなっていうのはなんかセンサーが働きます。だから自分が好きだったものをとことん深くまで追求したらそれがバズる動画になるかなって思ってます。こんにちは、TikTok クリエイターの周一郎です。今、東京とニューヨークの2拠点で、野球と、テクノロジーに関する動画を基本的に作っています。もともとなんか YouTuber になりたくて、でそれが10年前ぐらい大学自分が入った時にニューヨークで活躍されているケイシー・ナイスタットさんっていう YouTuber さんがいらっしゃったんですけど、その方を見て自分もその大学生1年の時に自分も YouTuber になりたいと思って動画を作ってて、結局、結論から言うと5年間芽が出ずに、で5年目の2020年ですコロナの時期にTikTok やってみたら、そうですねちょっと爆発的にフォロワー伸びて、半年でなんか100万ぐらいいっちゃって、じゃあもうこれを自分のなりわいにしようと思って、今4年目に至るという感じです。はい、今は東京とニューヨークマンハッタンの、2拠点で、生活してますね。で、動画を作るのは基本的にアメリカで作って、動画を投稿するときは東京で、落とすみたいなことをしてます。自分は結構スポーツだったりテックとかが好きなので、スポーツでいうと野球とかバスケ、メジャーリーグだったり、NBA とかの動画を作ったりで、テクノロジーに関してだと、スマートフォンとか、最近ではGoogle のピクセルさんとかにもお世話になって、AI だったりスマホだったりという動画を作ってます。そうですね、いやもう本当に一言で言うと有名だったってことですね。本当自分が10年前に夢見ていたその YouTube 上で夢描いてたものを、やっとこの今27歳になって何か自分が実現できるのであればぜひそこに住んで生活してみたいなと思って、もう本当に10年間思い続けてきたので、そうですね、働けないんですけど、アメリカでは働けないけど、それでも住んでみたいな気持ちがあって、で、将来的にアメリカに自分も住んでみたいので、なんて言うんでしょうか、練習といったらあれですけど、引っ越しってどういうものなのかとか、実際住んでみて、日本との違いとかも自分の中で咀嚼してみたいな、一回やってみないとやっぱ分かんないなと思ったんで、ちょっとそうですね、それで挑戦してみたいな感じです。予想以上に環境が良くて、しかもその激しさも人の激しさだったり街のエネルギーも自分が想像していたものよりもさらにあって、毎日刺激的で嬉しいなって思ってます。基本的に毎食いろんなもの食べたいなと思って朝からちょっとレストラン行って、レストランっていうか屋台みたいなの行って食べて、昼も違うところ食べて、夜も違うところ食べるみたいな、そういうノマド族みたいなのをマンハッタン内でやるみたいな。で、動画撮れれば撮るし、で撮らなくてもいいなっていう、本当に体験したいなと思って生きてます。今年は慣れようと思ってニューヨークにいろんなところ知りたいなと思って、いろんなところをちょっと行って回って知識をちょっと貯めて、リアルニューヨーカーの皆さんとちょっと対等に話できるようにちょっと経験をしてるって感じですね。いや、自分が好きになったもの
プラスなんかそれをどこまでこう深く追求できるかでなんかそのバズりの度合いとか変わってくると思うんですよ。なんでなんか自分が好きだったものをとことん追求、なんかとことん深くまでこう追求したらそれがバズる動画になるかなって思ってます。例えばこのニューヨークもなんかニューヨーク自分がすごい好きでもそのニューヨークをこう表面だけを上っ面だけをこうさらうんじゃなくてもうなんかすごいめちゃくちゃディープなもうウォール街だけとかウォール街でもこの建物だけとかそういうところを結構追求していけばそれほどなんかバズるって感じですね。専門性があればあるほどバズるって感じです。基本的に全部目についたもの全部なんか動画にあれしたらできるなっていうのはなんかセンサーが働きます。なんか2年前とかはその場で撮ってたんですけど、それからこう仕事にし始めてからはその失敗をなるべく少なくしたくて、で事前にこう何か気になったものが1個あったとしても一旦持ち帰って全部調べて歴史とかこうやったらバズるっていうのを調べてもう一回来るみたいな。ちょっと具体例出すと誰かとコラボする時も初めましてなんですけど正直もうほぼ全部のバックグラウンド知ってるみたいな感じです。あの本も読んだなと思いながらでも初めましてって言って撮るみたいな、もう相手の手の内を知って撮るみたいなのがまあなんかバズる動画につながるんじゃないかなと思って今はやってます。もう一つでもうどでかいビジネスをやってみたいと。でそれの舞台がニューヨークでありたいなと思ってます。今 TikTok、動画制作だったり、日本でそうですね、若干こうコンサルみたいなのもするんですけど、それでこう大きくなるのもいいし、でもなんかもっとこうニューヨークで今まだ住んで半年なんですけど、あとこう何年かこう住んでいく中で自分に合ったものと、その時の時代に合ってるそのビジネスに乗っかってそうですね、大きなこう経営者になりたいなと思ってます。稼いでなんか寄付したくて、もうなんか足長おじさんみたいな感じでおりゃーってやってみたくてちょっと頑張りたいなと思ってます。アメリカ全然怖くないので、ぜひ野心がある方もしくはエネルギーがある方は、ちょっとアメリカ一回チャレンジしてみたい、住んでみたいという方はぜひもう一歩踏み出してみてください。意外と超住みやすいしみんな超優しいですね。アメリカのお部屋探しはリダックで。リログループ